皆様こんにちは。みえちゃんです。なんかね、よくわからないんですけど、ここのとこ風さんシリーズが続いてますけど、なんかね、自分でもよくわかんないんですけど、なんか最初のチャンネルのポリシーからだいぶ外れちゃってまして、あのなんかね、言葉がね湧いてきて発信したくなっちゃうんですよね。だから初めはね一人でもね見てくださればと思ってたんですけど、なんか思ったよりねたくさんの方が見てくださってね、ほんとびっくりしてます。本当にありがとうございます。で、はい、というわけでね、今日はグレイスについてですね。あなたも私も大好きなグレイスという曲ですね。グレイスって言えばね、みんなが毎日見てるあれですね。あれで一番最初に出てきたサマーグレイスもね、素敵でしたね。心洗われるっていうのはね、あのことかと実感しましたけどね。もう本当にね、ピアノの一音一音が輝いててね、キラキラしてましたね。風さんもキラキラしてましたけど。で、あの MV のねグレイスも好きなんですけど、インドがね舞台っていうのもぴったりですし、風さんもう本当にインドの、群衆の中に溶け込んじゃってね違和感全然なくって、なんか近所のお兄ちゃんみたいにね子供たちと追いかけっこしたりね、本当に神様の中にいるっていうね、なんか大きな懐にね包まれる感じがよく出てましたね。でこれね、ウィンディちゃん買った時の見えるかなサインね、サインを拡大して毎日眺めてハッピーになってますね。こんなことができるのもね風さんの愛のおかげですね。このねグレイスっていう曲はね、皆さんもねご存知のように神様が主題になってますね。グレイスっていう言葉もね直訳すると神の恩寵とかね、恵みとかね、要するにね神様の大きな愛みたいなものですね。アメイジング・グレイスのグレイスですね。アメイジング・グレイスのね、あれですね。声を枯らして叫ぶ言葉もなくて、私はただ身を引いた影からというふうに始まって、何かね深く傷ついた心があって身を引いちゃったんですね。静かに目を閉じて神様助けてと叫んだら救われたんですね。そしてね、神様はいつもそばにいたんだということに気づいて自由になっていくというね、救われてね神様に、まあこれつまりハイヤーセルフでもいいですけど、風さんもねハイヤーセルフは神様のようなものって言ってますね。何かそんなにね大きなものに抱かれて生きていくっていう歌ですね。でね、これ聞いてるとね、聞いてる方も救われてしまうってね、そういうパワーがありますよね。やっぱりね、風さんは根からのヒーラーというかね、なんかすごいですよね。やっぱり自我が少ないので、ヒーリングエネルギーがね、神様から降りやすいのかな。ね、それがなんかこちらにも伝わってみんなが癒されちゃうというね。でここで言うね神様、風さん風に言えばハイヤーセルフのことをね今日はちょっとお話ししようかと思います。で最後の方にはね皆さんにもねハイヤーセルフに会っていただこうという、そういうことを考えてまして、はい、まずね、じゃあハイヤーセルフっていうのは何なのかっていうことなんですけど、
じゃあまずここにハイヤーセルフを書きますね。ハイヤーセルフ書いちゃいます。はい、ちょっと待っててくださいね。紙出しますから。よいしょ。これをこうしてハイヤーセルフ書けますよ。はい、いきます。はい、書きました。これハイヤーセルフですこれ見たことあるでしょ。なんかよくね、お寺とかね、禅の絵でね。でね、このハイヤーセルフさんはね、もう実にいろんな名前持ってるんですよ、実は。はい。でこれさっき書いといたんですけど、こんなにあるんですよ。はい、ハイヤーセルフさんの別名、こんなにあるんです。でね、ハイヤーセルフっていう英語なんですけど、これをね翻訳すると、まず工事の自分とかね、大いなる自己っていうんですけど、私はどちらかというとこの大いなる自己の方が好きなんですね。とてつもなく大きいものなんですよ、このハイヤーセルフさんは。なのでね、工事というとね、なんか差別的っていうかな、高いとか低いとかね、差別のニュアンスがあるんで、まあそういうものはないところですからね。あとインド系のね、宗教ではシンガとかね、アートマンとか言うんですね。あと宇宙とかね、キリスト教だと神とかね、墨がついちゃう。であとね、ソレなんていうのもありますね。インドのマハラジンなんていう聖者の人はね、ざっとあなたはすでにそれだとか、私はすでにそれだとか言いますね。あと仏教や禅だと本来の面目なん、ちょっとわけは分かんない本来の面目とかね、仏とか、それから無自、それから無我、あと空ですね、あと真の自己って言いますね。こんなに名前あるんですよ。でね、結局全ての宗教ね、全てのまともな宗教ですよ、まともな宗教は同じこと言ってるんですね。これすごい大事なんですけど、でここのさっき書いたこのハイヤーセルフね、これの中に何があるかっていうとね、結局この世の全てあるんですよ。例えばあなたや私ね、私書きます。私、こういう私ね、あなたがいます。はい。ね、山とかね、こう山とかね、こう川とかね、もう万物すべてですね。こう猫とかね、猫かけるかな、猫、変な猫になっちゃった。猫とかね、あと木とかね、木とか、あとなんだろう、うちとかね、もういろいろありますよね。で不思議じゃないですか、全部同じものってないでしょ、あんまりね。うちとかね、もうあらゆるものです。もうすべてで、これが本当の自分ということなんですよ。この全体が本当の私です。わかりますかね。これすっごい大事なんですね。でこれが本当の私で、本当は私あなたとかに分かれてないんですよ。みんなくっついてるんですよ。一つなんです。もうそれこそね、惑星も空の星もね、太陽も何もかも全部です。全部です。これが本当の私。もうだからテレビもね、犬もね、大好きなたこ焼きもね、全部自分なんですよ。全てです。だからもう漬け込んじゃってるの、神様の中に。神様漬けっていうのかなんかそんなような感じで、物理的にも科学的にもそうなんですよ。よく考えてみるとね、なんて言いますか、ね
あなたと私はすごい離れてるように見えるけど、その間に空間があるじゃないかって言うかもしれないけど、空間は空気ですよね。で空気も物質なんですよ。空気の中には分子や原子あるでしょ。物質なんですよ。だから要するにみんなもうくっつけられちゃってるのに離れ離れに感じてるだけなんですね。だからね、これさっき言いましたでしょ。いろんないろんな名前がある。ほら、神様とかね、宇宙とか、これなんですけど、だから結局これが本当の自分だから、全てこれ神様だから、神様から派生した神様がそれぞれの形になって現れたっていうことなんですね。だから例えば嫌な人に会ってもね、その人も自分だからね、つまり神様なんですよ、その人が。そして私なんです。わかりますかね。ここのとこなんとか分かってほしいんですよ。これがワンネスっていうことなんですね。これがあなたは私、私はあなたっていう風さんがよく言うその意味なんですね。みんな同じと気づいた時から僕らはみんな等しく光ってる。等しいんですよ。つまり何の差別もないところで光ってるんですよ、神様だからね。だからね、ワンネスが分かると全てが可愛く見えるし、もう全部自分だからね。まあね、ゴキブリも自分だと思うとちょっとねきついかもしれないんですけど、自我が嫌っていうかもしれませんけどね。でも本当そうなんですよ。だからね、風さんも私です。一体なんですよ。嬉しいですね。もうアジアンツアーに行っちゃってもね、いつも一緒にくっついてるからね、大丈夫なんです。はい。でね、よくね、ちょっとハイヤーセルフっていうのを誤解してるかなっていう人がね多くて、なんか自分とは遠い別の場所にいてね、守護霊とかね、なんかみたいに思ってる人いるんですけど、よくねハイヤーセルフにつながろうとかね、チャネリングっていうんですか。だけどね、もうすでに一体なんですね。だから一体、もうというかもうハイヤーセルフ状態にいるんですよ、全部が。もう探したりね、つながろうとかするもんじゃなくてね、どっか雲の上とか遠くにいるんじゃなくて、もうすでにもうつながってるんですね。だからこれ神様だとすると、あなたはもう神様と一体、神様そのものってことなんですね。よくね、ハイヤーセルフとつながりますよとか言って、ちょっとビジネスとかあるんですけど、そういうあんまりたくさんお金取られないようにしてくださいね。もう一銭もいりませんから、もうすでにそれですからね。でね、もっと分かりやすく言うとね、まあ言葉を変えればあなたは神だし、仏なんですね。でだからね、風さんもねミュージックビデオでもうおでこにポチつけてね、神様になって出てきますよね。でそれが私に会えてよかった、やっと自由になったって歌ってますね。そういうことなんですよ。私が神様だったと分かったんですね。でね、だからあんまりにも近すぎてね見えないわけですよ。近すぎて見えなくて無視されてってね、なんか聞いたことあるねそういうことなんですね。でね、昔の偉いね、私禅が好きだからまた持ち出して恐縮なんですけど、昔のね白隠さんっていうね、お坊さん、江戸時代のね禅のお坊さんがいたんですけど、その人はね、衆生本来仏なり、衆生というのは民衆とかこの世にあるもの全てですね、犬や猫も馬も牛も本来仏なり、みんな神様だよって言ってるんですね。でね、この白隠さんっていう人はね、江戸時代だけど83歳まで生きた人でね、とてもいい言葉を残してるんですね。でその仏ね、それは水と氷みたいだって言ってるんです。水と氷のごとくなり。
水を離れて氷なく、主情のほかに仏なしと。これね、年配の人ならわかると思いますけど、若い人のために今の言葉にすると、水がなきゃね、水と氷は一緒だよ、水と氷みたいだよ、水がなきゃね、氷はできないでしょ、ね、それで水っていうのは神様のことで、みんなは氷だから、この世のすべては神様でできてるんだよっていうことなんですね。もう実にね、分かりやすいというか優しい言葉ですね。で、ただね、ハイヤーセルフ状態でいるにはね、ちょっとコツがいるんですよね。はい。なんていうのかな、自我ね、エゴですね、エゴがあるからね、それ邪魔しちゃうんですね。でね、そのエゴはね、どんな悟った人でもね、消すことはできないんですね。エゴをね、無理に消そうとするとね、なんていうの、ついいい人になろうとかね、努力したりすると、自我がね、かえって強まっちゃったり、抑圧されて変な形で出ちゃったりするんですね。よくありますけど、学校の先生なんかがね、ちょっとハレンチなことしちゃったとかね、あれなんかそうですね、抑圧ですね。あんまりね、真面目すぎてね、潜在意識に溜まっちゃうんですね。ただね、自然に自我がね、エゴが弱まる時があるんですよ。そのね、エゴが弱くなる瞬間に、もうあなたはね、ハイヤーセルフ状態にいるんですよ。はい。でね、例えばほら、風さんの曲を聴いてる時そうですよ。もうその風さんのね曲でエゴがコロッと落ちますからね、そういう時すごく癒されますよね。それもそうですし、例えばね、そうね、評価とかね、自分へのご褒美とかね、褒め言葉を気にしないでね、何かを一生懸命してる時なんかそうなんですね。例えば家族のためにね、感謝なんか何にも期待しないでね、ただ愛を込めてね料理してる時、もうあなたはハイヤーセルフ状態なんですね。でそのハイヤーセルフ状態、神様状態はね、すごい幸せな状態なんですよ。もう愛でいっぱいな状態でね。でその時ね、とってもねクリエイティブになるんですね。静かにね座って瞑想してもいいし、例えばね、結果を気にしないでね、一心不乱に仕事してる時とかですね、もう結果なんぞ勝ったりはですよ。まさにそれですね。あとコンクールでね1位になってやろうとか思わないで、何かね一生懸命楽器弾く時とかね、いっぱいあります。例えばこんな話あるんですよ。昔のインドでね、仏像を彫ったりしたね人たちは、彫る前にね瞑想して画を取ってからやったそうなんですね。そしてね、出来上がってもね、絶対に自分の名前ね、サインみたいなものを残さなかったんですね。これは俺が作ったんだみたいなことはやんなかったわけです。だからそれを見るとみんな心洗われちゃうわけですね。あとね、普通に生きてればね、限りなくハイヤーセルフ状態なんですけど、綺麗な景色見たりね、綺麗な空を思わず見とれた時、もう我忘れた時ですよね。花見る時でもね、その場合もね、まるで生まれたばかりのね赤ちゃんみたいに見るんですよ。例えばこの花はチューリップでユリ科だとかね、そういう思考とか知識とかなしで見ると、その時本当にエゴのない状態、もうただ見る状態にいるんですね。知識とかね、本当は邪魔なんですよ。学歴だとかね、知識だとかね、そういうのみんなありがたがる時代ですけど、実はあれってね、幸せから離れちゃうんですね、悲しいことに。はい。でね、
もうハイヤーセルフ状態なのに気づかないんですよ。外の世界にねずっと探してた。真実はいつもこの胸の中って歌ってますよね。まさにそれなんですね。愛に従うのならできないことなど何もないさね。はい、もうねハイヤーセルフ状態だとね、たとえ何が起こってもね乗り越えていかれるんですね。でねだからね普段の生活でね密かにね自分で気づいているっていうのがいいのかな。例えば私ちょっと密かに承認欲求してるなとかね、なんか私ってマウント取ろうとしてないかな私みたいなのに、そういうふうに気づいたりしてね、少しずつ自我をね弱まらせて、その時に決してね自分を責めないでくださいね。私こんなのやっちゃったらダメだとかね、そういうふうに思わないで、ただ気づくだけでいいんですね。そうすればハイヤーセルフ状態に近づいてきますので、まあもうその状態にはいるんですけれど、それを味わえるようになるんですね。そうすればね、怯えた日は遥か彼方、今や無敵ってね、このグレイスの歌のようになれるんですね。私もねいつもやってます。それが修行だからね、まだまだですけどね。だから皆さんもちょっとこれやってみてくださいね。もう幸せかもしれないけど、もっともっと一緒にね幸せになりましょうね。はい、今日はねここまでにしときますね。なんかうまく喋れなかったけど、はい、どうもお退屈様でした。はい、少しでもね面白かったっていう方はね、高評価ボタンとチャンネル登録していただければまたね嬉しくなって、はい、調子に乗って動画アップできるかもしれませんのでよろしくお願いします。じゃあ今日はこれまででありがとうございました。さよなら。さよなら。